不動産屋さんの怪談です。さて、この話は心霊スポット系の YouTuber さんがある意味そのチャンネルを始めたきっかけになった体験談です。その YouTube チャンネルはぐうたら人間の心霊専門チャンネルといって、科学の力で幽霊や精霊と接触するという趣旨の実験動画を配信しています。その YouTuber さんを仮に GP さんとしておきます。GP さんとお呼びする理由も後でわかると思います。今から少し前、当時 GP さんはサイクリングが趣味だったそうです。ですから仕事がお休みの日は朝から日が暮れるまで関東を中心にあちこち自転車で走っていました。そんなある日のこと、サイクリングには最適な晴れた気持ちの良い日で、ついつい夢中になり数十キロも走ってしまったそうで、気がつくと海辺にたどり着いていました。その海にたどり着いた時点ですでに辺りは薄暗くなりだしており、どうやら雲行きも怪しくなっていたそうです。GP さんはこれはもうじき雨になるなと思いました。自転車ですから雨天の装備は何もしていなかったので、降り出す前に早く帰ろうと思ったそうです。そこで GP さんは必死にペダルを回し帰路を急ぎました。しばらくするとだんだん空気が冷たくなってきたのを感じました。まずいな、これは降ってくるなと思ったと同時にポツンポツンと雨粒が落ちてきたそうです。そして雨は本格的に降り出し、GP さんはこんな遠くまでサイクリングで来てしまったことを後悔しました。それでも自転車を漕ぎ続けるしかなく、すでにこの時体力は限界に達していたそうです。そうこうするうちに辺りはすっかり暗くなり、雨足はさらに強まっていました。GP さんはこのままこの状態で自転車を走らせるのは体力も体温も急激に奪われるため得策ではないと判断したそうです。そこでどこか雨宿りをする場所を探して雨が落ち着くまで休んで体力を回復させようと思いました。ところが GP さんが走っているところは田園風景が広がる田舎道で、辺りは街灯もなく真っ暗で、一体どこをどう走っているか方向感覚を失って道に迷ってしまったそうです。さらにそんな状況になると時間の感覚もなくなり、どれくらい走っているかもわからなくなっていました。もうペダルを漕ぐ足はパンパンで、真っ暗な田舎道を不安と疲労で気持ちは焦るばかりでした。すると暗い道の先に一本の大きな木のシルエットが見えたそうです。GP さんはあそこに大きな木があるようだ、あの木の下で休んでいこうと思いました。そしてその木の根元のところに近づくと、雨宿りにはうってつけの大きく枝を広げた大木だったそうです。そこで GP さんは木の根元のところに行き、さあ自転車から降りて雨をしのごうと思った時です。どこかからひそひそと女の人が話す声が聞こえてきたそうです。GP さんはあれ、誰か近くにいるのかなと思いました。その女性のひそひそ声はすぐそばからずっと聞こえてくるそうで、ただ何を言っているかまではわからなかったそうです。こんな雨の晩の明かり一つない真っ暗な木の下に女性がいるようなのです。GP さんは誰だろうと思い、自転車のライトを手に取って声が聞こえてくる木の周りを照らしてみました。そしてライトに照らされたものに GP さんはぎょっとしたそうです。そこにはお墓と祠がありました。それは名前も消えてしまったような古い墓石だったそうです。ひそひそ声はそのお墓のあたりから聞こえてきたのでした。もちろんそこには誰もいません。GP さんはぞっとしたそうで、冷たい汗が背中を伝うのと同時に、ここにいてはいけないと思いました。すぐにその場を後にしたそうで、疲労困憊でしたが、なんとか家に戻ったそうです。それからです。GP さんは毎晩夢の中にあの大きな木が出てくるようになりました。
GP さん曰く、それがあの体験の恐怖心から見る夢なのか、あの女性の霊が自分に何かを訴えたいからなのかは、今となってはわからないということでした。そして最近 GP さんはあることに気がつきました。あの木がすべての始まりなのではないかと思うようになったそうです。それは GP さんは心霊系チャンネルを始めるより以前からずっと YouTube でグータラパグというチャンネル名で犬の動画を配信しています。GP さんはそこからイニシャルを取りました。それがあの木の体験後からたびたびその動画に不可解な声が入るようになったそうなんです。最近ではいつも犬と一緒に参拝しているお寺での動画に誰もいないのに何かから、つまり霊から声をかけられるという現象が起きたそうです。当然最初はそんな声がどこからか聞こえてきても気のせいだと思ったのですが、その動画を確認したところ、なんとその声をマイクがしっかり拾っていたそうで、GP さんは驚愕しました。恐怖で驚愕したというより、幽霊の声が録音されるということに驚き、すごく興味が湧いたそうです。そして霊と会話するための機械にスピリットボックスというものがあるのを知り、購入し使用してみると、霊と会話が成立したそうです。これがきっかけで GP さんはただ心霊現象を怖がってシャットダウンするのではなく、深く霊の世界を探求したいという気持ちが湧き、心霊系の YouTuber にもなったそうです。その霊との交信の動画はぐうたら人間の心霊専門チャンネルでご覧になれます。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。